皆さんどうもこんにちは、しおりです。見て北京ダック、もう年末年始、忘年会、新年会シーズン、食べ過ぎなかった日はないと言わんばかり、みんなもきっとそうだよね。私だけじゃないよね。毎日のように杯を交わし、日々顔をパンパンに晴らしてむくませていた私です。そんな暴飲暴食の日々、さすがにいたわらなきゃやばいなって感じで、今日は飲まない日の自炊参戦。よくね、飲まない日の食事見たいですって尋ねられていたので、そんなあなたに教えちゃいます。どうぞ。超おすすめのお好み焼きを作るね。はい、というわけで Day1 お好み焼きを作ります。まずもって質問です。お好み焼きのおってお米、おせんべいのおと同じおですか？という疑問を投げかけておいて、実はただいまお味噌汁を作っております。お味噌汁のおはお米のおと同じおですね。私汁物は絶対なので、基本お味噌汁は作るかな。わかる。だって土井先生だって一汁一菜でいいって言ってますし、とにかくお味噌汁に野菜をたっぷり。野生の豆腐が現れた。で、そんな野生の豆腐をドボン。あとは冷凍してたキノコたち。なんかキノコは冷凍した方が栄養が出るって聞いたっけな。で、土井先生が一汁一菜でいいというにもかかわらず、私は一汁二菜で今日は行きたいと思いまして、そんな時に便利なのが今から作るかぼちゃの煮付け。はい、なんとですね、かぼちゃの煮付けがコンロを使わずレンジでできちゃうんですね。ちょっとかぼちゃ足りないなと思って拝借しましてセット。さあ行くぞ。あとこれ蓋閉めてチンするだけ。めっちゃ簡単。このレシピは良すぎて何十回何百回とリピートしております。いよいよここからお待たせしましたお好み焼きコーナー。キャベツを思いのまま粗みじん切りしてるんですね。これ実はしていただいたら、ここで登場おからパウダー。こいつのおかげでだいぶカロリーが減ったお好み焼きが作れますと、サイリウム。これない人は片栗粉でもいいと思う。これ大葉っていう植物の粉なんですけど、もう食物繊維がたっぷりでほぼほぼ0キロカロリーで、片栗粉の代わりとかでとろみづきにも使えるのでおすすめかな。で、それぞれ調味料は記載しておきますね。入れすぎた。これらをぐるぐると測定器が困惑するほどに混ぜましたら、キャベツ、ツナって言った割に別にツナじゃなくてささみとかでも大丈夫です。お好きなお魚、お肉でどうぞ。いきます。うわー、上手。やばい、頑張れ。よし。すいませんね、ちょっと唐突なアフレコお休みタイムいただいたんだけど、ソースでもいいし、ケチャップでもいいし、マヨネーズでもいいよ。何でもいいよ。好きなのかけな。
でそこに踊るかな。踊らない。ただでは踊ってくれない鰹節と青のり、そちらをかけて完成です。お好み焼き定食。ちょっと見た目はいまいちかもなんだけど美味しいの。ちょっとね見た目はあれなのであれしてほしいんですけども、とにかくヘルシーだしお体健康。あと今回は私はソースを使わずポン酢でいただいているので、より一層良きかなといった感じで、はい、なんていうか山芋のお好み焼き風な感じでトロトロ系ですね。で普通ならさ、お好み焼きとご飯の組み合わせってちょっと忍びなくなっちゃうようなところを、これなら安心してそのマリアージュが楽しめますし、お野菜たっぷりお味噌汁とビタミンかぼちゃで美肌、もうなんたるバランス定食でしょうといった風に、お気に入りの献立でした。なんとラーメン作ります。食べちゃいます。なんとですね、私の手にかかればラーメンだってお茶の子さいさいとのことで、まず野菜炒めを作っています。何を隠そう、冷蔵庫の余り野菜、お好みでどうぞ。私の脳内の中で野菜たちは0キロカロリーという歌い文句がありますので、こちらとエビ、はい、こんな高級食材どうしたんだって感じなんですけど、こちらふるさと納税返礼品でございます。ジャンボサイズ。まあね、これも私はエビですけど、ささみとか鶏胸とかでもいいと思います。でここからはおのおのの野菜たちを炒めていくわけなんですけども、すごいさ、この家が小さいからなんか私巨人かなっていうぐらいにこの画角だと見えるんですけどもね、昔の家ってだいぶキッチンが低いんだよね。ということで味付けしたら完成。ここで登場、マルタイラーメン。これみんな知ってる？すごいの。タンパク10、脂質2、炭水が53。おすすめ。そうです。私が考えたみたいな言い方したけど、なんとですね、私の手にかかればラーメンだってお茶の子さいさい。全然このマルタイラーメンさえあればいくらだってヘルシーにできるのでね、皆さん今すぐにマルタイラーメンを買いに行きましょう。スーパー欠品間違いなし。完成。美しい。いいでしょ、すごいでしょ、マルタイラーメン様々です。私は安くて美味しいってものに人一倍喜びを感じる人間なんですけど、もうどうせ自炊するならそこにヘルシーをプラスできたら最高じゃないって思っている時に見つけたこのマルタイラーメンさん、もう脱帽でしたね。うまいんだ。一切妥協なしです。でこのマルタイラーメン、別名で棒ラーメンとも呼ばれるらしいんだけど、この麺はその名の通り宿毛矯正済みなので、麺をすするのが苦手な私でも割と上手にすすれます。お野菜マシマシ、ウィズライスしてもよし。今回はデイワンのかぼちゃとキムチにて美味しくいただきました。おすすめ。
今日はサバの卵とじです。はい、Day3 は親子丼もどきサバの卵とじ。こういうのってね、全然悪くないんだって。そう、このよく見る白菜の黒い点々、これは悪者だと思っちゃいけません。いいものらしいです。そんな白菜を使ってただいま副菜を作っておりますけどね、こちらもなんたるや簡単。調味料をパパパッと入れてマッサージで5分ほど寝かせます。その間に親子丼、間違えた、サバの卵丼、の玉ねぎを切ります。はい、5分経って水気をめっちゃ絞る。で、調味料。あ、入れすぎたかも。で、ツナ大好き。はい、ということで副菜 ASMR 楽しんでいただけたでしょうか。サバドバー、もうこれも鬼のように簡単。玉ねぎを炒めて、サバの水煮缶、こちらを1缶丸々と入れてましたら、めんつゆに頼りましょう。それを希釈にもよるよね。これは大さじ1とみりんも大さじ1で、溶いた卵をいい感じに流す。グツグツグツ。その間に炊きたてご飯。これはね、もう私の家自慢じゃないけど狭くて炊飯器が置けないので鍋で炊いてるんですけど、鍋炊きご飯ってのもまた一興ですよ。美味しいからね、負けてないから。というわけで好きな炊きご飯をよそいまして、その上にサバ丼をドーンおのりかけたら完成。はい、サバの卵とじ with 白菜ツナサラダお味噌汁。いただきます。お味噌汁はかなり1回で量を作るので2日ぐらいに分けて食べてるかな。で、こちらが白菜ツナサラダなんですけども、めっちゃ簡単でしょ。白菜を生で食べるっていう頭がなかったんですけど、やってみるとあらびっくり美味しいんですね。シャキシャキと歯ごたえがとっても素敵で、ここにリンゴとかを入れても合うと思うな。で、お茶です。で、これはもう何年何十年という風に作り継がれてる味なんですけども、もう疲れ切ってやる気が出ない日でも作れる簡単さなので、とにかくサバ缶が安い日に買いだめをしといてストックをしておく。そうすれば賞味期限も長いですしね。卵と玉ねぎ、サバ缶、あとあればね、キノコとか入れちゃったり、何入れても美味しいですよ。そんな良質な DHA タンパク質たっぷりサバの卵とじ丼でした。はい、ということで私意外にも料理が好きでして、なんていうか独り身だから、いかに安くて簡単でヘルシーで作れるかみたいな実験のごとく料理を楽しんでいるんです。だからね、人様に出すような大それたメニューじゃないけど、こんな感じのズボラレパートリーの引き出しまだまだありますので、もし需要があればまた撮ろうかと思いますね。しっかり外では飲み食いして、でもたまにこうやって自炊の時作って楽しんでやる、そんな日々で
いいんじゃないでしょうか。というわけで今日も最後までありがとうございました。作ったら教えてください。それではじゃあのー